このようにね、均一に塗るのがポイントですね。薄く2回塗ると効果的ですよね。皆さんこんにちは。卓球用具のあまりにも深く、すると知的好奇心を刺激するスリリングな深淵へようこそ。ナビゲーターのケンジです。今日はね、皆さんが普段当たり前のように手に取り、汗を流して白球を追いかけているその裏側で、実は科学の力がどうスポーツを根底から変えてしまったか、というかなり際どいお話をしたいと思います。こんにちは、みさきです。際どいお話って、ケンジさん、今日は随分と不穏なスタートですね。卓球特有の木とゴムでできたラケットがあって、一生懸命練習して一球一球に魂を込めて勝つっていう、すごくピュアで熱いスポーツじゃないですか。科学なんてそんなに深く関係しているんですか？みさきちゃん、それが今のトップレベルの卓球はもはやマテリアルエンジニアリングの告知なんだよ。今回私たちが徹底的に読み解く、現代卓球におけるマテリアルサイエンスと規制制度の変遷、科学的補助剤と用具進化の包括的統合分析レポートによれば、現代卓球は時速100キロを超えるスイング速度と、毎秒150回転というすまじまい物理現象を、わずか数ミリ秒という極めて短い接触時間で制御している。その鍵を握りかつ、ルールとの境界線で激しく揺れ動いているのが、今日の主役、ブースター、いわゆる科学的補助剤なんだ。ブースター、トップ選手がこっそり使っているとか、ネットの噂では聞いたことがあります。でもそれってラバーを無理やり強くするドーピングみたいなものですよね。一般の私たちがそんなディープな話に踏み込んじゃっていいんですか？そのドーピングか、それとも正当な進化かという境界線が、今まさに ITTF 国際卓球連盟の規制と技術のいたちごっこを生んでいるんだよ。2025年から2026年にかけて、その検査体制は劇的に変わろうとしている。今日はメーカーもトップ選手もなかなか口を割りたがらないブースト技術の真実を圧倒的なボリュームと熱量で語り尽くしますよ。うわぁ、ちょっと怖い気もしますけど、用具の裏側を知るのはワクワクします。ケンジさん、全力でついていくので、1から10まで詳しく教えてくださいね。さて、具体的な各論に突入する前に、この包括的統合分析レポートが提示した衝撃の発見をエグゼクティブサマリーとして4つの革新的なポイントにまとめておこう。これを聞くだけで、現代卓球が直面している課題の大きさが浮き彫りになるはずだ。はい、心の準備はバッチリです。一体どんな驚きの事実が飛び出すんですか？まず1点目。2014年のプラスチックボールへの材質変更が、実は競技の物理法則を根本から狂わせてしまったということ。ABS 樹脂製のボールは弾性率が高すぎて、ラバーとの球持ちを劇的に短くしてしまったんだ。2点目は2008年のスピードグルー禁止以降、失われたエネルギーを保管するために非揮発性のブースターが裏で爆発的に普及したこと。ボールが硬くなったせいで選手は生き残るために道具を工夫せざるを得なくなったということですね。その通り。すると3点目が、そのブーストという行為がもはやメーカーによるファクトリーチューンという形で公然と、すると合法的に行われているという巨大な矛盾。最後4つ目が2026年に向けて ITTF が導入を急いでいるガスクロマトグラフィーや AI 振動分析を用いた分子レベルの超精密な検査体制だ。ガスクロマトグラフィーに AI、もはや試合会場が科学研究所になっちゃうじゃないですか。それだけ用具の不正と正当なチューニングの線引きが人間には不可能なレベルまで到達してしまったということだね。これからなぜ補助剤がここまで必要とされたのか、その科学的背景から未来の予測までじっくり紐解いていくよ。ケンジさん、さっきプラスチックボールが物理を壊したって言ってましたけど、昔のセルロイドボールとそんなに違うんですか？私始めた頃にはもうプラスチックだったので違いがよくわからなくて。全くの別物と言っていいよ、みさきちゃん。レポートの序論にある詳細な物理分析にあると、現在の主流である ABS 樹脂製のボールは、以前のセルロイドに比べて弾性率、ヤング率が圧倒的に高いんだ。ヤング率が高いということは、物体が変形するのにより大きな力が必要にある。つまり、ボール自体が非常に硬くて変形しにくいということなんだよ。ボールが硬いと何か困ることがあるんですか？よく弾みそうで良さそうですけど、それが卓球においては致命的なんだ。現代卓球におけるマテリアルサイエンスと規制制度の変遷の分析によると、ボールが変形しないとインパクトの瞬間にラバーのシートに深く食い込まず、接触面積が激減してしまうんだよ。摩擦力は面積に比例するから、接触面積が減れば回転がかからなくなる。さらに、ボールが硬い反動ですぐにラバーから離れてしまう。これが球持ち、ドゥエルタイムの消失だ。
ああ、だからベテランの人がプラスチックになってから回転がかからない、滑るってぼやいていたんですね。まさにそれ、トップ選手にとってあの数ミリ秒のためが消えたことはドライドの威力を決定的に削ぐことになったんだ。物理的に不利になった分をどうにかして補おうとしたのが全てのブースト技術の原点なんだよ。歴史を語る上で絶対に避けて通れないのが2008年の北京オリンピック後に実施されたスピードグルー全面禁止だ。みさきちゃん、スピードグルーってどんなイメージ？名前は有名ですよね。塗るとパキーンってすごい金属音がしてボールが猛烈に飛ぶようになる魔法のノリですよね。なんでもっと早く禁止されなかったんですか？リテクティング・イリーガル・テーブル・テニス・ブースターズという詳細レポートを読み解くと、理由は性能ではなく圧倒的な健康被害だったんだよ。当時のスピードグルーにはトルエンやベンゼン、ヘキサン、トリクロロエチレンといった VOC、揮発性有機化合物が大量に含まれていた。これらは吸い込むと中枢神経に悪影響を及ぼし、肝機能障害やめまいを引き起こす有害な溶剤なんだ。そんな劇薬みたいなものを体育館でみんなが塗っていたんですか？そうなんだ。密閉された空間で何百人もがこの接着剤を乾かしていたから、呼吸器系への被害が無視できないレベルになった。ITTF はプレイヤーの健康を守るために VOC を含む接着剤を 3ppm 以下という厳しい基準で厳禁とした。しかしその瞬間、ラバーが本来持っていたテンションをかける効果が一瞬で 30% 近く消失してしまったんだ。30% のパワーダウン。それってプロ選手からしたらラケットを短くされたくらいの絶望感ですよね。その通り。その失われた 30% のパワーを VOC 基準をクリアする、つまり蒸発しない安全な液体でどうにかして再現できないか。その執念から生まれたのが今回のメインテーマである非揮発性ブースターなんだよ。ケンジさん、その非揮発性ブースターってスピードグルーと何が違うんですか？揮発しないってことは乾かさないで使うんですか？いい質問だね、みさきちゃん。レポートの第2章によると、現代のブースターの主成分は流動パラフィンオイルや高度に精製された脂肪酸エステルといった常温ではほとんど蒸発しない重い液体なんだ。油？ラバーのスポンジに油を塗っちゃうんですか？それってベタベタにならないんですか？一見そう思うよね。でもね、スポンジのゴム層に塗ると、オイルの分子がゴムの分子差の間のわずかな隙間に磁石に吸い寄せられるようにじわじわと入り込んでいくんだ。すると密集していた分子差が押し広げられ、スポンジ自体が物理的に大きく膨らむ。これを専門用語で腹順、英語でスウェリングと呼ぶんだよ。スポンジが膨らむとどうしてボールが飛ぶようになるんですか？スポンジが外側に膨らもうとする力に対し、表面のゴムシートがそれをギュッと押さえ込もうとするんだ。その結果、ラバー全体に強烈な内部テンションがかかり、まるでパンパンに限界まで空気を詰めた高圧タイヤのような状態になる。この打つ前から蓄えられた弾性エネルギーこそが、プラスチックボールを弾き返すすまずい反発力の正体なんだよ。スピードグルーは塗って乾かして終わりでしたけど、ブースターは効果が長持ちするんですか？そこが最大の特徴だね。オイルは蒸発しないから一度浸透すると数週間、長いものでは1ヶ月以上も効果が持続する。まさにラバーそのものを内部から科学的に改造し続ける技術なんだ。ブースターがラバーの物理的性質を具体的にどう書き換えるのか、レポートにある実証数値で見てみよう。引用されているメカニカルプロパティーズオブブーステッドラバーの実験データが本当にすごいんだ。数値で強さがわかるんですね。どのくらいパワーアップするんですか？未加工のラバーに比べ、ブースト処理されたラバーの反発係数、COR、コエフィシェントオブレスティテューションは最大で 15% も向上することが確認されている。これは単に飛ぶように練るだけじゃなくて、打球時のエネルギーロス、つまりヒステリシスロスが激減することを意味しているんだ。ヒステリシスロス、ゴムが変形して元に戻るときに熱になって逃げちゃうエネルギーのことですよね。その通り、よく勉強してるね。ブースターのオイルがゴム分子の動きをスムーズにリラックスさせることで、変形したゴムが元の形に戻るスピード、つまり復元速度が速くなるんだ。結果として同じスイングスピードでもボールの初速が劇的に上がる。現代卓球におけるマテリアルサイエンスと規制制度の変遷では、これをプラスチックボールの質量による減速を相殺する負の仕事によるエネルギー補完と理論的に分析しているね。
15% も反発が上がったら、今までならネットにかかっていたドライブも相手のコート深くに突き刺さるわけですね。選手が使いたがるのも納得です。さて、ここからが今回のリクエストの核心。すると、ブースト技術の知られざる代償の話だ。レポートの 2.1 章、ポアソン効果による飛白化を詳しく解説しよう。美咲ちゃん、ポアソン効果って聞いたことある？ポアソン。お魚の名前みたいですけど、材料力学の言葉ですよね。飛白化ってことは薄くなっちゃうってことですか？その通り。ゴムは一般に体積が変化しない非圧縮性材料としての性質を持っている。物体を横に引っ張って伸ばすと、それと垂直な方向、つまり厚みは薄くなるだろう。美咲ちゃん、粘土を横に伸ばすと真ん中が細くなるのと同じ原理だよ。面積が広がる分、どこかが細くならないと体積が合わないということですね。大正解。ブースターを塗ってスポンジが面方向に大きく封順して面積が拡大すると、物理法則に従ってラバーのトップシートの厚みは強制的に薄くなる。これを飛白化と呼ぶんだ。レポートによれば、面積の伸長に対して厚み方向には明確な収縮が発生する。せっかく高性能なラバーを選んでも、過度なブーストによってトップシートが紙のように薄くなってしまい、ラバー本来の設計バランスが崩れるという深刻な副作用が起きているんだよ。飛爆化の影響は厚みが薄くなるだけじゃない。次に深刻なのが密度の気学的希釈だ。美咲ちゃん、ラバーの表面には回転をかけるための粘着性ポリマーが密集しているよね。はい。特に中国製の粘着ラバーとかシートの引っかかりが命のラバーはその分子がボールをつかむんですよね。ところが、ブーストで表面積が 10% 拡大したとしよう。表面にある粘着成分の分子の総数は増えないのに面積だけが広がる。するとどうなる？単位面積あたりの粘着分子がまばらになっちゃうってことですか？その通り。これを気学的希釈と呼ぶんだ。ブーストによって反発力、するとスピードは手に入るけれど、引き換えにサーブやツッツキといった繊細なタッチの時にボールが滑ると感じる原因はこの希釈にあるとリポートでは分析されている。スピードを上げれば上げるほど、実は回転をかけるための武器が薄まっていたなんて、まさにスピードとスピンの究極のトレードオフですね。そう。だからブーストしたラバーは寿命が短いと感じるプレイヤーが多いのもこの物理的な裏付けがあるんだよ。フィバ化と希釈の悪影響はさらに構造的な部分にまで及ぶんだ。トップシートの裏側にはスポンジとつなぐための粒があるだろう？はい、ブツブツした部分ですよね。あれがスポンジの上でボールを支えているんですよね。そう。でも面積が拡大すると、この粒と粒の間隔も物理的に広がってしまうんだ。すると、強打した時の横方向の力、いわゆる先端応力に対する支えが劇的に弱くなる。これを支持合成の喪失と呼ぶよ。粒の間が広がるから土台がグラグラになっちゃうということですか？大正解。さらに最悪なのが底付き、ボトミングアウトだ。シートが薄くなり、するとスポンジがオイルで軟化しすぎると、強打の凄まじい衝撃を吸収しきれず、ボールが中のブレードの板に直接当たってしまう。それってカチンという嫌な音がする感触ですね。そう。底付きが起きるとゴムの弾性が全く使えなくなり、ボールは制御不能な棒球になってしまうんだ。ブーストはやりすぎるとラバーの物理的構造そのものを内側から崩壊させてしまう、非常にリスキーな諸の剣なんだよ。代償の話が続いたけれど、もちろんポジティブな奇跡もある。それがレポート第3章にある動的粘弾性の変化にある玉持ちの復活だ。さっきの希釈とは逆のいい方の効果もあるんですね。そう、オイル分子がゴムの3次元網目の中に入ると、分子同士の隙間、つまり自由体積が増加するんだ。これによってスポンジ全体がしなやかで、すると粘り強くなる。柔らかくなるだけじゃなくて粘る。インパクトの瞬間にラバーがゴールの形に合わせて深く吸い付くように沈み込み、ボールを優しく包み込むような挙動を示すようになる。これによって ABS 樹脂の硬いボールでもラバーの表面シートがしっかりとグリックし、回転をかけるためのためができるんだ。速度を上げながら同時に接触時間も確保する。まさにプラスチックボール時代の弱点をすべて科学で強引に解決しちゃうわけですね。まさにそれ。この物理的な矛盾を解決する力がトッププロがブーストを止められない最大の、すると唯一の理由なんだよ。ケンジさん、さっきのサマリーで言っていたファクトリーチューンがどうしても気になります。市販のラバーでも最初からブーストされたような性能のものがありますよね。それはいいんですか？美咲ちゃん、そこに現代卓球の最大級の矛盾がある。
レポートの第5章、ザ・パラドックス・オブ・ファクトリー・チューンで詳しく論じられているけど、これはプリブーストとも呼ばれる問題だ。工場で最初から塗ってあるということですよね。そう、例えばダイアンチュファクトリーチューンネオナショナルハリケーン3のような製品がその典型だね。ITTF のルールでは、選手が後からラバーを物理的、科学的に加工することは厳禁だけど、メーカーが製造過程で行った処理であれば、たとえ中にオイルが入っていても、製品の使用として合法になってしまうんだよ。自分で塗ったら失格で、メーカーが塗ったものを買えば、世界選手権の決勝でも使えるんですか？それってただの言葉遊びじゃないですか？まさにその通り。誰がいつ塗ったかで白黒が決まるというこの法の不備がブースト問題をより複雑にしているんだよ。トップ選手はメーカーに自分好みのブースト具合をリクエストして特注で作ってもらっているという噂も絶えない。テーブルテニスエクイプメントグローバルマーケットレポート2026でもこのファクトリーチューン市場の急拡大が競技の公平性に与える影響を危惧しているね。さあ、ここからはさらにディープな領域、中国代表チームの使用用具について深掘りしよう。みさきちゃん、中国選手が使う強氷ハリケーン3って私たちがお金を出して買うのとはやっぱり中身が全然違うと思う？でもパッケージは同じですよね。まさか中身は別物なんですか？全くの別物、あるいは未完成品と言っていいレベルだね。テーブルテニス11の技術解析記事を詳細に読み解くと、彼らが使うナショナルチーム用、いわゆる国強はスポンジの硬度が極めて高く、未加工の状態ではプロでもまともに飛ばせない、まるでプラスチックの板のような台物なんだ。そこに彼ら専属の用具担当が数日から1週間かけてマルチレイヤーブーストを施す。1週間も？ただオイルを塗るだけじゃないんですか？そう。まずスポンジの導管、微細な穴の奥深くまで浸透させるために薄いオイルを何度も塗り重ねる。一度塗っては数時間放置してゴムを休ませ、また塗る。この浸透と吸止のサイクルを繰り返すことで、スポンジの分子差を粘定から組み替えるんだ。そして最後が重要。特注の高弾性グルーを数層重ねて、オイルが蒸発したり移動したりしないように強固な蓋をする。これが中国選手特有のボールがシートに吸い付き、かつ爆発的に弾けるあの打球感を生んでいるんだよ。もはや用具の準備自体がナショナルチームの国家機密のような厳重な管理体制で行われているんですね。私たち一般人がそのラバーを手にしても、ブーストのメンテナンスができなければ、すぐにただの硬いラバーに戻っちゃうってことですか？その通り、この用具の鮮度管理まで含めたシステムが中国の強さを支える隠れた柱なんだ。ケンジさん、さっきブースターは油だと言っていましたけど、具体的にどんな化学物質が入っているんですか？レポートの第6章、ディーテールドケミカルコンポジションには興味深いリストが載っているよ。かつて2008年の規制直後に流行ったのはリモネンだ。みさきちゃん、オレンジの皮を剥いた時のあの匂い、わかるかな？はい、いい匂いですよね。あれがブースターだったんですか？そう。実効性は高かったけど、リモネンはゴムを溶かす性質が強すぎて、スポンジの構造を破壊してしまうリスクがあった。しかも匂いで一発で検査に引っかかる。そこで現代の主流になったのが、流動パラフィンや中鎖脂肪酸エステルといった高度に精製された炭化水素だ。炭化水素。なんだか石油の精製みたいな話ですね。その通り。これらは分子量が非常に大きく、沸点が高いから、100度以上の熱をかけない限り絶対に蒸発しない。だから VOC センサーには一切反応しないんだ。さらに、ゴムの主成分であるポリイソプレンとの相性が抜群で、ゴムの分子の間に入り込んで潤滑剤のような役割を果たす。これによってゴムが伸び縮みする時の分子摩擦が減り、驚異的な反発弾性が生まれる。卓球界はもはやスポーツというより、高分子化学の最先端の実験室になっているんだよ。ところでみさきちゃん、国際大会の映像で審判が選手のラケットをクンクンと鼻で嗅いでいる、ちょっとシュールな光景を見たことない？あります。あれ何をしているんだろうってずっと思ってました。失礼ですけど、ちょっと変な儀式に見えますよね。あれはね、実はミニレイ3000のような電子センサーよりも時には鋭いと言われる人間の嗅覚によるアナログ検査なんだ。レポートの第7章、オルファクトリーデテクションインメジャートーナメンツでその有効性が真面目に議論されているよ。最新の機械より人間の方がすごいの？
電子センサーは特定の化学構造にしか反応しないように設定されているけど、人間の鼻は微量のリモネンや生成が甘いオイルに含まれる不純物特有のわずかな違和感を鋭いに嗅ぎ分けることができるんだ。だから最新の完全無臭ブースターが登場するまでは、この鼻検査が選手にとって最大のプレッシャーだったんだよ。選手も匂いを消すために必死だったんでしょうね。そう、中にはラケットケースに香水を吹きかけてごまかそうとする選手もいたらしいけど、それ自体が後加工の疑いとして審判の警戒を強める結果になった。現在ではこの鼻検査の限界を認めつつも、心理的の抑止力として依然として続けられている。科学と人間の直感がぶつかり合う卓球台の裏側のドラマだね。ブースターを塗りすぎると別の物理的なルールに引っかかるリスクがある。美咲ちゃん、ラバーの厚さ制限って何ミリか知ってる？確か4ミリでしたっけ？正解。ITTF テクニカルリーフレット T4 によれば、表面の粒シート、スポンジ、そして貼り付け用の接着剤の層まで全て含めて、合計で 4.0 ミリを超えてはいけないと厳格に定められている。4.0 ミリって結構余裕があるように聞こえますけど、それが全然なんだよ。現代の高性能ラバーは新品の状態ですでに 3.8 ミリから 3.9 ミリあるものが多い。そこにブースターを塗ると、スポンジがオイルを吸って 10% 近く膨らむことがある。そうすると気づかないうちに 4.1 ミリになってしまうんだ。たった 0.1 ミリ超えただけでそのラケットは使えなくなるんですか？その通り、即失格だ。だからプロの世界では精密なデジタルシックネスゲージを使ってコンマ01ミリ単位で厚さを管理している。さらに厄介なのが温度と湿度だね。暑い地域での大会だとラバーがわずかに膨張して検査の瞬間に 4.01 ミリになってアウトなんていう悲劇も実際に起きている。この 4.0 ミリという断崖絶壁の上でいかにルールの限界まで性能を引き出すか、用具担当の神経を削るような戦いがそこにはあるんだ。そしてついに ITTF が伝家の宝刀を抜いた。2025年1月から段階的に導入される強化されたラケットコントロールプロセスだ。最初に言っていた試合が終わった後に剥がすやつですよね。そう。準々決勝以降の重要試合では、試合直後に審判がラバーを強制的に剥離して、スポンジ単体の厚みや弾性を測定することが可能になったんだ。剥がされちゃったら、もうごまかしも効きませんね。まさに。さらに、試合中の熱や衝撃で、スポンジがさらに膨らむ現象も確認されている。試合前はセーフだったのに、激しいラリーの末に試合後検査でアウトになる、なんていう悪夢のような展開もあり得るんだ。これは、選手にとって、技術以上に恐ろしいリスクマネジメントの戦いになってきているんだよ。検査といえば、2025年のドーハ大会で起きたオーチキン選手のラケット破損事件は避けて通れないね。はい。ラケットが検査から戻ってきたら、ラバーが浮いちゃっていたっていう事件ですよね。王選手が審判に抗議している映像、ショッキングでした。あの事件は、レポートでも管理体制の不備として詳しく分析されている。密室検査中に強いプレスがかかったことで、ブースターで防潤して接着が不安定になっていたラバーが物理的に剥離してしまった可能性が高いんだ。王選手がかわいそうです。でも、なんでそんなことが起きたんでしょう。この事件を受けて ITTF はビデオ監視の強化やラケットの保管トレイの個別化など管理体制の改善を迫られることになった。新しい検査は公平性を守る一方でトップ選手の極限まで調整された精密機器をどう扱うかという新たな課題を突きつけているんだね。2026年の未来、検査はどう進化するのか。ここがこのレポートで最もエキサイティングな部分だよ。美咲ちゃん。AI がブーストを見破る時代がすぐそこまで来ているんだ。ガスで成分を測るんじゃなくて AI が判定するんですか？どうやって？ MDPI の最新論文。スキルクラシフィケーション、ユージングセンサーフュージョン&ランダムフォレストアルゴリズムを応用した技術が研究されている。なんと、ラケットのグリップ付近に超小型の加速度センサーをつけて、ボールを打った時の音や振動の波形をリアルタイムで AI 分析するんだよ。音を聞くだけでバレちゃうの？そう。ブーストされたラバーは未加工のものとは明らかに違う非線形な振動波形を出す。これを AI のランダムフォレストアルゴリズムに学習させるんだ。すると、人間や簡易的なガス検知器には到底わからない 0.1 ミリ秒単位の振動の乱れから、オイルの有無を 90% 以上の確率で判定できる可能性がある。科学の進歩、すごすぎる。もうオイルを隠し通せる時代じゃなくなるんですね。WRSSC2026 で
この日破壊検査のデモンストレーションが行われる予定らしいよ。練習の音ですらごまかしの効かないデータになっちゃうんだね。未来の検査技術は AI だけじゃない。第9章ポータブルスペクトロスコピックアナリシスによれば、軍事技術を応用したポータブル分光センサーの導入も検討されているんだ。分光センサー、光を当てるだけで中身がわかるやつですか？その通り。ラバーの表面に特定の波長の光、近赤外線などを当てる。すると、中のオイル分子がその光を吸収して、固有の吸収スペクトルを出すんだ。これを読み取れば、スポンジを開封することなく、内部に含まれているパラフィンオイルの濃度をわずか数秒で数値化できる。もはや SF 映画の装置みたいですね。まさに。これまでは、疑わしいラバーを研究所に送って数日かけて分析していたけど、これなら試合の合間に選手がコートに入る直前でチェックインするように検査できる。さらに、ナノテクノロジーを用いたカラーチェンジパッチの研究も進んでいて、特定のブースターに反応すると色が激変するシールをラバーの裏に貼るなんていう構想もある。2020年代後半の卓球界はテクノロジーによる透明性の確保が最大のテーマになるだろうね。でもね、美咲ちゃん、技術による摘発ばかりが未来じゃない。ブースターという後付けの補助に頼らなくても、プラスティックボールに対抗できる真に高性能なラバーな開発が今まさに最高潮に達しているんだ。オイルを塗らなくてもブーストしたみたいに飛ぶラバーができるんですか？それが一番いい解決策ですよね。レポートの最終章、Beyond the Boost、Next Generation Elastomers によれば、ドイツの最新エラストマー技術を結集したテンソル技術のさらなる進化や、スポンジの中の独立した気泡一つ一つに高圧ガス、窒素などを封じ込める新技術が開発されている。オイルで後から無理やり膨らませるんじゃなくて、ゴムの分子構造そのものに強力な内部エネルギーを物理的に記憶させるんだ。それなら、ルール違反を気にせず、誰でも安心して最高の性能を使えますね。そうなんだ。科学的な補助という不自然な段階から、純粋なマテリアルエンジニアリングの完全勝利へ、卓球用具の進化は今新しい夜明けを迎えようとしているんだよ。さて、全20パートにわたるかつてないほど濃密で壮大な旅も終わりに近づいてきたね。美咲ちゃん、今日の一連のディープな解説を聞いてどう感じたかな？はい。卓球がこれほどまでに科学や物理、すると国際的なルールの攻防に支配されているなんて想像もしていませんでした。ブースターがいいか悪いかという議論の前に、プラスチックボールという大きな変化に対して、選手もメーカーも必死で対応してきた苦闘の歴史があるんだなって、用具への見方が変わりました。素晴らしい感想だね、美咲ちゃん。ブースト技術は単なるズルではなく、物理的制約を超えようとした人間の知恵と、時として暴走した情熱の産物だった。でも、その役割もそろそろ終わりを迎えようとしている。AI や分光分析による真剣素体制が整うことで、卓球は再び純粋な人間の技術の戦いへと戻っていくことになるだろうね。科学の力もすごいけど、最後はやっぱり練習で磨き上げたプレイヤー自身の腕で決まるスポーツであってほしいです。最後に、これから2025年、2026年という新しい時代を戦っていくプレイヤーの皆さんに最終的な結論をお伝えして締めくくろう。ケンジさん、最後のアドバイスお願いします。これから検査はますます精密になり、逃げ場はなくなっていく。でもそれはプレイヤーを追い詰めるためじゃないんだ。すべては卓球というスポーツの誠実さ、インテグリティ、つまり誰もが同じ条件で自分の努力を信じて戦える環境を守るためなんだ。インテグリティ、誠実さですね。そう。最新の用具を知ることは大切だけど、それに頼りすぎて自分の指先の感覚を磨くことを忘れてはいけない。どんなに高性能なラバーを使っても、最後にボールの行き先を決めるのはあなたの心と体、そして一球を信じる意志なんだから。私も自分のラケットを信じて、それ以上に自分の努力を信じて頑張ります。ケンジさん、今日は本当に目から鱗の連続の解説をありがとうございました。ははは、その意気だね、美咲ちゃん。さあ、次は練習場でお会いしましょう。皆さんのブーストなしの魂を込めた最高の一撃を心から楽しみにしています。全20パート、最後までお聞きいただき、本当にありがとうございました。さようなら。ありがとうございました。さようなら。